おはようございます。おはようございます。超快晴です。見て、あこの快晴に入るなんちゃら山。あ、ね、何の山か知らんけど、すごい景色いいわ。もうね、こう360度ぐるーっと山が取り囲んでるんですよ。そうやね。ほんで電線がないね。そうだね。あここはうん道の駅南魚沼っていう場所で、もうみんななんかキャンピングカーの人たちとかも止めて車中泊してる。俺たちもよく寝た。こんな感じでみんな車止めて、今ちょうどもうみんな動き始める時間だね。あれやね、日本が狭く感じるのってさ、建物とか電線とか景観壊すものが多かったんやなっていうのを改めて実感する。そうだね。ガチャガチャしてるからね。ここは綺麗。被爆付きトンネルだよこれ。短っ。展望台着くわ。もう着く。20秒ぐらい。あれか、三つ股じゃない？多分これやで、左。これか。これのことなんか。どう行ってみるか。そうだね。道の駅三つ股。なんかさ、まあこの場所には初めて来たんですけど、清津峡トンネルっていうのが有名で、まあでもそこって予約制らしいですよね。だから、なんか清津峡をそういうんじゃなしに撮れるとこないかなって検索してると、清津峡展望台っていうのを見つけて、Google マップ上はちょっと違う場所ってなってるんですよ。だからそっちどういう場所なのかな、まあとりあえず行ってみようと思って行ったら、ナビ通り行ったらここに案内されてあれ展望台ないし清津峡でもないぞって振り回されとるわ。清津峡トンネルに。本当だね。あんなに有料予約制やから避けようとしていた清津峡トンネルに結果向かわされようとして。なんか調べたらね、清津峡トンネルその予約制なんだけど、時間帯によっては予約じゃないみたいなことも書いてあったから。何その耳寄り情報。まあそんなん言って行ったら予約制やったら悲しいな。悲しいね。もしかしてゴールデンウィークはね、全部が予約制かもしれないけどね。行ってみよう。まあ行ってみるしかない。わあ、山がすごい。雪の残ってる。綺麗だね。ねえ、綺麗。水がとにかく澄んでる。そうやな。予約してないからトンネルは入れないけど、十分綺麗なとこ見れる。本当だね。ちょっと感動的だったね。これ何や？なんか定食屋さんっぽい。雪降る食堂さん。今8時50分やけどやってんねや。何もさ食べるとこないからラッキーやな。そうだね。ランチは10時からだって。さあカレーいただきました。
これね、普段よりもちょっとサービスで多く入れてくださってるそうなんですけど、特盛りらしいで。特盛り。そうだから普段はこの量じゃないですよ皆さん。ちょっといただきます。あ、優しい味。やろ、まろやかやろ。人参が甘い。この人参がね、雪の下人参って言って、なんか雪の下にわざと入れて雪下人参ね。雪下人参か、わざとなんか甘みを凝縮してる人参らしいんですよ。寒さで甘くなるってやつやね。実際ね、噛めば噛むほどね、すごく美味しい。はい、ごちそうさまでした。美味しかった、雪浦食堂。そう、カレーがすごい手作り感があって、最高でした。急におしゃれなカフェ。ほんでさ、水よ。カレーもうまかったけど、水。はい。ここの水やねんって。すごいよね。まさか飲めるとは思わなかったわ。本当、すごくすっきりして飲みやすい水だったね。ミネラル感もちゃんとあって美味しい。そうそうね、味わうとね、あったね。いや、いい経験できたと思う。はい。しかもね、お店の裏にはこんな美しい川があるんです。これさ、朝早くからやってるから、例のトンネルに行く前とか行った後、午前中来た人は絶対行くべきやと思う。そうだね。いいと思う。予約で取れなかったけど、私たち大満足でした。大満足。はい、ごちそうさまです。さあ、着きました。着きました。龍岳墓の池。ちょっと目指して歩いていきます。駐車場があるね。そう、駐車場で200円払って、ここから駐車場から階段を降りていくんやね。そうだね。で、ペットボトル売ってたね。そうだね、200円だったね、1本ね。あれなんなの？あれは水が汲めるんだってよ。それで飲めんの。だからなんか結構みんな持ち帰る人たちもいっぱいいて、それでペットボトルで汲むんだってよ。あ、そうなんや、飲めるんや。そう。飲んでみよう。ねでもさ、池みたいになってるんでしょ。池の水汲んで飲める。あ、違う、池じゃなくて、ちゃんとなんていうのかな、あれだよ、綺麗な水っていうか湧いてる水を飲めるんだってよ。はあ、そうなんや。なんかすごく山道だね。そうやな。遊歩道みたいにはなってる。綺麗やね。でもね、綺麗だね。すごくね、気持ちがいいですね。これがハイキングだよ。こういうなんかまだ言うてんの。こういうさ、なんていうの、舗装された道を歩いて、わあ、木が大きくて綺麗だなとかさ。いや、何をハイキングじゃないと言ってるんですか？命がけよ。命がけはハイキングじゃないでしょ。そんなことしましたっけ？したでしょ。もうぜひ視聴者の皆さん、なんだっけ、岐阜とか見ていただくと、千岩峡か。千岩峡、ここの池に向かう途中には、沼なんですけどね、2箇所この辺にはなんか水が飲める場所があるらしいんですけど、早速1個目の水が飲める場所が近づいてきました。あ、こんな感じなんやね。俺さ、なんか、ため池からドボンってすくって飲む、だからちょっと嫌やなって思ってて、そういうんじゃないんや。こういうことなんや。これは飲めるな。そう、これが飲めるんですって。なるほど。で、環境保全のために募金箱もありますね。すごい冷たくて、すっきりしてるね。あ、そう。美味しいんや。美味しい。名水100選選ばれて。名水100選。ちょっとジャンボさんも飲んでみる？あ、めっちゃ冷たいやん。そうなんですよ。こんな冷たいんや。っていうか、勢いすごすぎて汲まれへん。そう。オッケーオッケーオッケー。汲めた汲めた。いただきます。あ、うまいわ。うまいね。今日暑いからさ。あ、美味しい。ね。ミネラルウォーターやね。本当だね。うまい。なんかね。龍にまつわる伝説がいっぱいあるって。そうなんだよね。1個じゃないんやね。4つもあるみたいよ。そう。ここね、そもそもね、さっきも水飲んだ時に話してた通り、日本の名水百選にも選ばれているし、今から行く場所の水
は実は毎分30トン、お1日に約2万8000トンだっけな、はいはもっとかな、お出てて、大きい沼なんですけど、湖なんですけど、その水が1日で全部が入れ替わるんだそうですよ。あ、そうなんや。水源が少ないというか川がない場所なので、ここの湖の水がその生活のを支える水だったそうなんですね。あ、そうなんや。川ないんや。意外やね。だからこそ大事にされていて、毎年7月にはその水を守るっていうか、ここでなんかお祭りというかが行われるみたいなんですね。ああ、だからその水を信仰してるんやね。大事にせなあかんっていうことでね。そうだからこそそういうなんか龍神の伝説とかが生まれると、あるんじゃないかなと思うんだよね。なるほどね。到着しましたね。到着しましたね。綺麗やわ、確かに。これが1日で全部入れ替わる量湧いてるんや。そうなんだってよ。半端ないな。いや、なんかさ、なんやこれ。湖の奥の方に攻め込んできたら、神様がいます。出ました。なんかこんなところにたどり着いた。そう、なんかいきなり街中に放り出されて急に目の前に工場あるみたいな。そう、なんか余韻感がゼロなんですよ。そうやね。急にね、神様の世界から人間界に投げ出されたみたいな感じやけど。そう、なんかここ規模はすごいちっちゃいんだけど、なんか隠された湖感がすごいあって秘密の場所みたいな。そうやな。あとは水が超綺麗だったね。めっちゃ綺麗やった。なんか良かったね。神秘的な場所やったね。まあ意外とね、さっぱりはしてるんやけど、さらっとこう一瞬で終わる感じはするんやけど、でもね、いい景色やったよね。あとさ、子供でも康介でも安心して歩き回れるような道でした。子供と一緒にするね。いやね、駐車場どこよ？もうちょい先ちゃう？なんかマジでいきなりわけわかんない道にポイってほっぽり出されるな、これ。右側駐車場って、これ右行ったらまたもらうんだよ。神様とこ。これ神様ルート？神様とこ連れてかれる。そっか。神様のとこ。なるほど。雲ついされる。雲ついされるのか。康介が中心。康介はうまくないよ。もう食い出があるから。脂っこい。脂っこい。こっちが閉まっててね。3日3晩雨降らしてくれるわ。めっちゃみんなの役に立つ。